おはようございます。たかしです。本日は4月7日金曜日、ただいま7時55分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は下髭も上髭も伴った陽線となっております。ここのところですが、この三角持ち合いを上抜けて、ここからの反発ができるのかどうかっていうところですね。ただ今ストキャスティクスまだ下落中なんですね。ですので昨日は陽線になってますが、もしかするとここでもうしばらくもみ合いになるのかなと、現在地付近でのもみ合い、もしくはもう一段の下落後の上昇。ただ昨日も言いましたが GMMA はまだ横ばい収束している状態ですので、一応上向きではあるんですが、下抜ける可能性というところも考えておきたい。ただ今のところは三角持ち合い上抜けからの次押しを作ってからの上昇になるのかどうかというところを今は見ている段階ですね。昨日がその調整下落からの次の上昇に入るタイミングだったのか、それとも本日もう一段下落してからの上昇になるのかというところ、ストキャスティクスがもう少し下げる余地があるので、もう一段下落する可能性というところも考えておきたいですね。では4時間足です。昨日はここ GMMA の青帯付近でサポートされるのかどうかというところ、今直近ではじりじりと上昇してますので、ここから底固めをして上昇するのか、もう一段下落するのかが分かりにくいところですね。つまりこの上昇、直近の大きな上昇に対して今押しを4時間足の GMMA につけに行ったところ、そしてここからの上昇になるのか、それとも直近この166円付近からの下落での今戻りポイントとしてここからの調整の上昇とも考えられますので、今はどちらとも考えられるなと思ってます。もし下落してきた場合は、このオレンジの平行チャンネルのセンターライン付近ですね、その辺付近まで下落する可能性を考えておきたい。現在地ですと 162.3 ぐらいまでの下落は考えておく必要がありますね。ただこの4時間足の GMMA でサポートされて上昇するのであれば、ここから日足単位での三角持ち合い上限に向けて上昇していく、つまり172円ぐらいを目指して上昇する可能性がありますが、今はそれがどっちとも取れる段階にありますので、もう一段下落する可能性もあるし、ここからこのまま上昇する可能性もあるので、分かりにくいところにあるとは思っております。4時間足のストキャスティクス、そろそろ高値圏に差し掛かってますので、それは注意ですね。現在の高値圏からの下落っていうのはこの大きな下落になりますので、今回ストキャスティクスもう少し上昇余地がありますが、これが高値圏に入ったところでは大きめの下落になる可能性、その場合は先ほど言ってましたオレンジの平行チャンネルのセンターライン付近までの下落を見ておくのが良さそうです。ただこのセンターライン下抜けてくると、次は下限を目指して下落してきますので、そこは注意ですね。では1時間足です。1時間足での下落ターゲット、この緑の丸と考えております。これがさっき言ってました 162.3 付近のオレンジの平行チャンネルのセンターライン付近です。この辺ぐらいを一応ターゲットとは見てますが、今は1時間足ストキャスティクスはあまり綺麗じゃなく分かりにくい動きをしてますね。で、昨日はじりじりと上昇してきてますので、こういうじりじりとした上昇の時はあまりトレードはしない方がいいと思います。で、どこでこのじり高が止まるか分かりませんし、じりじり上昇している時はズドンと落ちる時もありますので、そこに注意しながらですね。現在は一旦様子見なのかなと。一旦この緑の平行チャンネル、過去に意識されているこの平行チャンネルの下限ぐらいまで上昇してきた場合、ここからの反発の下落の流れに乗っていくのもありだと思いますし、もし昨日安値ぐらいまで下落してくれば、そこでのダブルボトムからの上昇をイメージするのもありだと思います。ただ昨日はじりじりと上昇している割にはマクディが少し怪しい雰囲気になってきましたよね。今完全に横ばいに入ってきてますので、ダイバージェンスを起こしかねないとは思ってます。その場合は大きめの下落になる可能性があるので、今は注意です。現在は4時間足の GMMA 付近、そして1時間足の GMMA 付近ですので、どちらに動くかが分かりにくいところにありますので、一旦は昨日の安値付近まで下がってくるのを待つ、もしくは平行チャンネルの下限付近まで上がってくるのを待つ、そこからの動きに注目していくのが良さそうです。基本的に分かりにくい動きをしているときは様子見がいいですので、無理なトレードは控えるようにしていきましょう。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。
皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定してますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。